こんにちは、ハルトです。9ナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。決算分析の地図、財務3票だけではつかめないビジネスモデラ EU を飾る技術は、ムナシェモ級氏による現代性の決算分析の事件数です。本書は従来の財務3票、損益計算数、対決対象表、キャッシュフロー計算数から得られる情報だけでは、企業のビジネスモデルや本質を深く読み届くことは難しいという問題意識から出発しています。伝統的な分析方法に加え、企業活動の背にあるさまざまな戦略や意思決定、ビジネスモデルの持つ独自性に焦点を当て、決算書の数値から企業の本当の姿と浮かび上がらせる新時代の分析フレームワークを提案しているのが特徴です。また、知力が豊富に紹介されており、実務者だけでなく決算書の読み方に興味を持つ幅広い読者にも分かりやすい内容となっています。したがって本書は決算書の基礎にとどまらず、より深く企業理解を目指すための知的な地図やガイドブックとなります。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ビジネスモデルを読み届く決算分析の新視点。本書の中心となるのは、会社の売上や利益など意見わかりやすい数値の背後にあるビジネスモデルをどのように読み取るかです。財務産票から得られる定量的なデータだけでは、なぜこの企業が他社と異なるのか、同じ売上利益でも将来性やリスクがどこにあるのかといった本質的な違いは見えてきません。そこで本書では、決算数を企業の設計図と捉え、その中の数字がなぜ生まれたのか、そのレアにどんな意思決定や戦略があるのかを読み届く重要性が解説されています。例えば、同じ売上価でも安定しているのか、変動しやすいのか、継続的にリピートが見極めるものなのか、維持的な特許なのかで、企業の健康状態や価値が大きく異なるのです。このように、数字の奥にあるビジネスの仕組みや独自性を理解する能力が、これからの決算分析には求められると著者は説いています。次に、財務3票の限界とその線。決算分析の出発点は財務3票の理解ですが、本書はその限界を具体的に指摘します。財務3票は過去の実績を実系列で数値化するものですが、ビジネスモデルの変化や企業独自の成長戦略、またリスク構造など数字に現れない重要な側面なのは捉えきれません。例えば、対決対照表の資産や副債には現れない地位的資産や人的資本、ネットワークといった価値源権は財務諸表外区の情報に目を向けないとパオとされます。著者は財務産票を起点にしつつも、競争優位の減権や将来のキャッシュフロー総処理、外部環境との相互作用など、より広い事業を持つことで本当の企業価値を把握することが不可欠だと語ります。さらに、事件的なケーススタディ、シチリで学ぶ決算の裏側。本書の大きな特徴の一つは、実際の上場企業を題材に具体的なケーススタディを豊富に提供している点です。例えば、サブスクリプション制ビジネス、メーカーの在庫戦略、プラットフォーム企業の成長モデルなど、多様なビジネスタイプの決算数を取り上げ、その内容と配合構造を丁寧に紐解いていきます。数字の羅列をただ単に分析するのではなく、どのような事業環境や産業構造がその数字を生み出しているのか、企業の独自戦略や価値提供がどのように決算に反映されているのかを掘り下げます。これによって単なる知識ではなく、実物で使える洞察力が定まれ、読者の決算分析力が格段に親和します。そして、業界特性、企業戦略と決算数字との連関、ビジネスの現場までは業種化や業界ごとに事業特性が異なります。同じように見えにある数字でも、背景となる産業構造や競争環境によって意味合いが大きく変わることを解説しています。例えば、製造業と IT サービス業とでは、売上債権や在庫の持つ意味、利益率の基準や投資回収サイクルが根本的に異なります。また、新規事業への投資やリストラによる特別損失など、企業の戦略的な判断も
決算数字へ様々に影響します。このトピックでは、業界の特性を理解し、企業特有の戦略が決算書のどこにどのように現れるかを具体的に紹介しています。最後に、これからの決算分析に必要な事業とスキル、AI やデジタル化、グローバルな競争計画など、企業経営の環境は大きく変わっています。その中で求められるのは、過去のデータやパターン化された分析ではなく、創造的かつ全体感を持った決算分析です。本書はデータから仮説を導き出し、それをもとに経営者や現場場とコミュニケーションを取りながら総合的に企業理解を深める視点を重視しています。単なる数値の解釈にとまらず、業界動向や経営戦略のダイナミズム、市場や顧客との関係性まで幅広く理解することで、未来志向の経営分析を実現できるようになります。このようなスキルセットは、投資家や経営者、コンサルタントのみならず、すべてのビジネスパーソンにとって価値あるものです。結論として、決算分析の地図は、単なる決算数の読み方を教える参考書ではなく、企業の本質とその成長、競争の原点を捉えるための思考の地図を与えてくれる一冊です。したがって、会計や財務の基礎知識を身につけたビジネスパーソンはもちろん、経営企画や投資分析に関わる方、新規事業を担当する方、ベンチャーキャピタリストや金融アナリスト、さらには経営層を目指すすべての方に本書は有用です。特に現代のように企業経営が複雑化し、単一の指標や財務情報だけでは競争優位やリスクを正確に把握することが難しい時代には、数字だけでなくその背後にあるビジネスモデルや戦略のダイナミズムを理解することは、意思決定の強度を高めるために不可欠です。本書を読むことで、企業研究や投資、経営判断における考察の幅が飛躍的に広がり、なぜこの数字が生まれたのか、この数字の未来はどうなるのかという本質的な疑問への答えを導き出せるようになります。決算分析を通じて本当の企業価値、成長ポテンシャルを見極めたい方には、競合の多い来術の中でもあぬきん出た事件力と知的好奇心の刺激を与えてくれる良数です。自社や投資戦の本質を見抜くための和地図地日が欲しいすべての方におすすめします。ご資源いただける場合は、村上も書級ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。ロゴの感想をぜひお聞かせください。それではまた。